こんにちは、ハンカです。今日はピークデザインの三脚トラベルトライポッドを紹介します。この動画ではピークデザインの三脚の特徴と良いところ、いまいちなところをまとめてみました。この製品はキックスターターを利用して購入したので、この動画の収録時の段階では国内ではまだ販売されていません。ただピークデザインは三脚の開発発表と同時に海外の有名な YouTuber の方にプリプロダクションサンプルを提供していたので、かなり早い段階からたくさんのレビュー動画を見ることができました。またキックスターターを利用して先行して手に入れた方の口コミや評価も公式ページの方に掲載されています。その中にはネガティブな意見もいくつかあったので、それらを実際に使ってみて検証した結果から個人的な感想をお伝えしたいと思います。まずは三脚の特徴です。製品は硬くてしっかりとした箱に入っていて、箱を開けると三脚の入ったソフトケースが出てきます。ソフトケースにはピークデザインのアンカーリンクスを取り付けることができるので、ストラップを使って携帯することもできます。ソフトケースの開閉部は止水ファスナーになっていて、ある程度の耐候性があります。ファスナーを開けると中には三脚本体がぴったりと収納されていました。この三脚にはアルミ製とカーボン製がありますが、重さと価格以外の基本仕様は同じです。私はカーボン製の三脚を購入しました。同梱品としてロゴの入った前足部分に六角レンチが取り付けられていました。雲台のクランプ部分にはカメラに取り付ける標準プレートがついています。さらにソフトケースの内側の小さなポケットの中にはメンテナンスなどの際に三脚の足を分解するための専用工具が入っています。製品のパッケージ内容は以上です。続いて三脚本体の特徴です。3本の足はカーボン特有の艶やかな質感で洗練された高級感のあるデザインです。足の開閉は2段階で、足を開いていくと中間位でロックがかかります。さらに足を広げたいときはこのままの状態ではロックが解除できないので、足を少し閉じてロックを解除してからロックレバーを押して足を開いていきます。足を閉じる際も中間位で自動的にロックがかかるようになっています。続いて足の伸縮です。足は5段で1列に並んでいるレバーロックをまとめて解除することができます。平らな五角形のような特殊な形の足で、先端部は横から見るとかなり細くなっています。石突きはゴム製になっていて、付属の六角レンチで簡単に取り外すことができ、別売りのスパイクタイプにも交換できます。またレバーロックの強度の調整も付属の六角レンチを使って簡単にできるようになっています。収納時も5段分のロックをまとめてかけることができるので、足の伸縮操作はかなり簡単です。雲台は自由雲台で、センターポールを少し引き上げることで操作ができるようになります。センターポールを固定するノブは引き出すことで回しやすくなっていますし、そのままの状態でも操作することができます。ボールヘッドの動きは少しザラザラとしていて、常に抵抗感があるので、カメラをつけていなければロックをかけていなくても動かした角度で雲台が止まります。ボールヘッドの固定はクラップ部分に一体化したリング型のダイヤルを回して行います。カメラの着脱部分はアルカスイス互換のクイックリリースクランプになっています。アルカスイス互換のプレートの前方を差し込んで後方を押し下げるだけでカチャッと固定されるようになっています。この状態でもプレートはある程度は固定されているのですが、雲台上部のリングを回してロックをかけることでクランプレバーがしっかりと固定されます。雲台上部の左右には滑落防止のためのピンが2本あるので、縦構図のために雲台を90度傾けて撮影するときなどに誤ってカメラが落下してしまわないようになっています。実際にカメラにプレートをつけて雲台に取り付けてみると、かなり簡単に着脱ができるようになるので、とても使い勝手が良いです。またアルカスイス互換の L 型プレートを使えば、横構図から縦構図への切り替えもスムーズに行うことができます。雲台部分は取り外すこともできるようになっています。ボールヘッドの上部に固定しているネジを回すための穴があるので、付属の六角レンチを使ってネジを緩めてセンターポールから雲台を取り外します。センターポールを外して雲台だけを取り付けることもできるので、
3本の足を最大まで開けばローアングルでの撮影ができます。その他の細かい機能についてですが、三脚上部とセンターポール下部のフックにストラップホールがあるので、アンカーリンクスをつければストラップで携帯することができるようになっています。センターポール先端のフックを外すとスマホホルダーが収納されています。このホルダーは雲台のクランプにもワンタッチで着脱ができます。フックを外した状態でセンターポールを上に引き抜いて雲台を逆さまに取り付けることができます。フックを再度取り付けておけばジョイント部分が引っかかるのでセンターポールが滑り落ちないようになっています。センターポールをしっかりとロックしておけばずり落ちることはなさそうですが、誤操作防止のためにもフックは必ずつけるようにした方が良さそうです。雲台を逆さまにつけることでかなりローアングルでの撮影ができます。また上から見下ろすような俯瞰撮影にも使えます。続いてピークデザインの三脚の良いところです。この三脚には大きな魅力が2つあります。1つ目は携帯性の高さです。2つ目は素早く簡単にセットアップできることです。まず携帯性に関してですが、この三脚は独特な多角形の足とセンターポールを採用することによって無駄なスペースを排除したミニマルなデザインになっています。手に持った時の直径は 600ml のペットボトル程度の太さで150センチ以上の目線の高さまで到達する三脚としてはかなりスリムです。重さは 1327g でした。公式サイトではカーボンが 1290g、アルミが 1560g と掲載されていたので実測値は少し重くなっていますが、六角レンチや取り付けカバーを取り外せばおおよそ使用通りかと思います。凝縮されたデザインなので手に持ってみると見た目よりも重く感じますが、さまざまな機能を考えるとかなり軽量化されていると思います。また独特な雲台の形も携帯性の高さに影響しています。一般的な自由雲台はソケットの上をボールヘッドが転がって角度を調整する製品が多いのですが、ピークデザインの雲台は上下が逆で固定されたボールヘッドの上でソケットが動きます。ボールヘッドにセンターポールが接続することで基台部分がなくなり、収納時には雲台が三脚の中に吸い込まれるように収まります。またピークデザインのボールヘッドの固定は雲台と一体化したリングタイプになっているので、一般的な自由雲台のように突出したノブがなくなり引っかかりのないデザインになっています。このようにピークデザインの三脚はとてもコンパクトですっきりとした形なのでカメラバッグにも収納しやすくなっています。私はリュックタイプとしては小さいサイズのエンデュランスエクステンドというカメラバッグを使っているのですが、こちらのサイドポケットにもすっぽりと収まってちょうど良い大きさです。また収納時の全長が40センチ以下なので縦の中仕切りを外せばバッグ内部にも入れることができます。これだけコンパクトで携帯性が高いということは旅行用の三脚としては大きなメリットになります。2つ目の良いところの素早く簡単なセットアップについては、ここまでに製品の特徴で話した内容とも重複するのですが、実際に撮影時の様子を見ながら説明します。まず足を伸ばしますが、縦1列に並んだレバーロックは5段分の足をまとめて解除できるので、あっという間に3本の足を伸ばすことができます。足の固定もレバー式はワンタッチなので、横1列に並んだ3本の足のレバーロックを三脚全体をくるくると回しながら固定していきます。足を開脚して地面に設置すれば三脚のセッティングは完了です。高さや水平の調整があるともう少し時間がかかると思いますが、とても簡単に三脚を立てることができました。さらにクイックリリースクランプによってカメラをワンタッチで取り付けることができるので、わずか30秒程度で撮影準備ができました。旅行先で三脚を使うときは撮影に時間をかけられないこともあるので、素早く撮影準備ができることは先ほどの携帯性の高さと同様にとても大きなメリットになると思います。続いてピークデザインの三脚のいまいちなところです。いくつかのレビューや口コミの中から少しネガティブな意見についての検証や実際に使ってみて気になったところを紹介します。まず1点目は、自由雲台の角度を変えるためには必ずセンターポールを伸ばす必要があることです。センターポールを収納した状態だと雲台の下部が三脚上部に干渉して操作できません。そのため撮影時はセンターポールを伸ばしてからボールヘッドの角度調整を行います。
これは三脚と一体化した雲台の携帯性の高さというメリットの代償なので仕方のないことかもしれませんが、安定性を高めるためにセンターポールを使わずに撮影したい場合などにはデメリットになると思います。2点目は自由雲台の機能が少ないことです。自由雲台にはボールヘッドを固定した状態で雲台を左右に回旋させるパン機能や、ボールヘッドの摩擦を調整するフリクションコントロールが搭載された製品があります。ピークデザインの自由雲台にはこれらの機能がありません。雲台の構造的に難しいのかもしれませんが、あると便利な機能なので残念です。3点目は付属の標準プレートの着脱に必ず六角レンチが必要なことです。六角レンチは三脚の足に取り付けておくこともできますが、簡単に外れてしまうのでなくしてしまわないか心配です。コインで着脱できる横溝や手でも着脱できる D リングがあると便利なのですが、付属の標準プレートにはついていません。ピークデザインが D リングを採用しない理由として、サポートページの方には十分な固定が確保できないという理由が掲載されていましたが、六角穴と D リングが両方あるタイプなら融通が利くのではないかと感じました。4点目は自由雲台の角度に制限があることです。雲台を90度傾けて縦構図で撮影するときに、特殊なソケットの一部がセンターポールに干渉して角度が制限されてしまうことがあります。カメラをつけた状態で見てみると、可動範囲が3分割されて四角となる部分が3箇所出てきます。雲台を180度反転させることで先ほど四角となっていた部分を補うことができるので、一見すると360度全ての角度に調整できるように見えるのですが、実際には6箇所だけ雲台だけでは調整できないわずかな四角があります。真上や真下が四角となるので、撮影用途によっては使いづらく感じます。プレートの取り付け角度を少し傾けるなどして対応はできましたが、雲台だけで調整できないのは不便です。一般的な雲台であれば90度傾けた状態で360度くるくると角度を自由に変えることができるので、そういった使い方をすることが多い場合はピークデザインの雲台は向いていないと思います。5点目はクランプとプレートの相性についてです。この雲台はアルカスイス互換のクランプですが、アルカスイス互換プレートの中には相性が悪いものがあります。私が使っているプレートの中ではメングスの PU50 というプレートを取り付けると、クランプの爪とプレートの溝の上の部分が干渉してしまうようで、底部に隙間が空いてしまいます。しっかりと固定はされていますが、この状態では広い面積でホールドするアルカスイス互換のメリットが少なくなってしまいます。また同梱されている標準プレートを使う場合でも、EOS-RP と RF24-105mmF4 のように小さいカメラと大きなレンズの組み合わせの場合、気をつけることがあります。標準プレートをレンズより前の方につけていると、雲台とレンズが干渉してしまって取り付けることができませんでした。プレートを中央から後方寄りにつけると、レンズと雲台の干渉はなくカメラを取り付けることができました。ただこの時レンズの重さのためか、プレートの底部の後ろの方に少し隙間ができています。これはクランプレバーのロックをしっかりとかければ後方はぴったりと密着します。ただ逆にロックを強くしすぎると前方に隙間ができてしまうので、純正のプレートにもかかわらずあまり精度が高くないように感じました。他社製品ですが、スモールリグの L 型プレートの方が純正プレートよりもクランプとの密着度が高く相性がいいように感じました。ただし L 型プレートなどの長いプレートを使う場合は滑落防止用のピンが邪魔になってしまうことがあります。スモールリグの L 型プレートの場合はプレートの左右のスペースにちょうどピンが収まるような位置だったので、そのままでも取り付けることができました。ただよく見ると左側のピンの先端部がほんの少しだけプレートに干渉しています。そこで付属の六角レンチを使って2本のピンを取り外して、メングスの PU50 についている滑落防止用のピンがピークデザインのピンよりも少しだけ短くなっていたので、こちらを取り付けました。そうするとスモールリグの L 型プレートも全く干渉なく使えるようになったので、今のところ私の機材ではベストな組み合わせになっています。続いて6点目はクランプの誤操作に注意が必要なことです。このクランプはロックがかかっていないと軽く押すだけで簡単に解除できるので、大きなレンズをつけている場合などはカメラを外すときにしっかりと機材をホールドしておかないと前方に倒れ落ちそうになってしまいます。
また意図しない場合でもレバーに触れてしまってカメラが落下してしまう可能性があるので、クランプのロックは必ずかけるように心がけた方が良さそうです。7点目は三脚の足のレバーロックの耐久性についてです。三脚の足のロックにはくるくると回すナット式とワンタッチで操作できるレバー式がありますが、レバー式は操作が簡単というメリットの反面で、ゴミの混入や緩みなどによってメンテナンスが必要になったり壊れやすいというデメリットがあります。ピークデザインの三脚はレバーロック式が採用されていますが、大きくて厚みのない特殊な形のレバーになっているので、外観だけを見ると耐久性はあまり高くないように感じます。ただピークデザインの製品は障害保証を提供していて、部品の交換や修理はできるそうなので、故障しても使えなくなることはなさそうです。続いて8点目は、ソフトケースが窮屈すぎて一度出したら元に戻らないといった口コミが何件か上がっていました。キックスターターのコメント欄でもピークデザインのスタッフが収納のコツをレクチャーしていましたが、雲台がしっかりと足の間に収納されているかや、センターポールの固定ノブが収納されているかを確認します。さらに3本の足も5段分がしっかりと収納されているかを確認します。あとは三脚の角度をソフトケースの形に合わせて収納していけばなんとか収まります。頻回に出し入れする場合などは確かに少し窮屈に感じましたが、一度出したら元に戻らないというほどではないと思います。使い込んでいくうちにもう少しゆとりが出てきてくれることに期待しています。続いて9点目は三脚の安定性についてです。ピークデザインの三脚はコンパクトなサイズを実現した代償として三脚としての安定性を不安視する声も上がっています。実際に製品を手にしてみると、三脚の安定性に影響が大きいセンターポールや先端部の足に関してはかなり細くなっています。イメージとしてはセンターポールは親指くらいの太さで、5段目の足は小指ぐらいの太さしかありません。ただセンターポールに関してはアルミ製ということもあってか、予想していたよりはしっかりとしている印象があります。一方で先端部の足に関してはやはりかなり華奢な印象なので、できることなら5段目は使わずに4段目くらいまでの高さに留めておきたいというのが率直な感想です。三脚の安定性についてはある程度使ってみないとわからないこともあるので、実際にシャッタースピードを遅くしてブレが発生しやすい状態で使ってみた時の様子や撮影した写真を紹介します。ブレが発生しやすい状況にするために5段目の足まで全て伸ばして、センターポールも最大まで伸ばして撮影しました。ある程度の風はありましたが、あえてフックにも重りはつけていません。まずは通常の撮影ですが、絞りを F18、ISO を100に固定した状態で適正露出にすると、シャッタースピードは50分の1になりました。この状態で撮影した写真がこちらです。続いてシャッタースピードを遅くするために ND 線で光量を減らします。さらに微調整のために可変 ND も追加しました。この状態では真っ暗ですが、シャッタースピードを遅くしていって30秒で先ほどと同じ明るさになる状態で撮影した写真がこちらです。YouTube にアップロードするとどうしても画質が低下してしまうので分かりにくいかもしれませんが、予想に反して大きなブレはほとんど見られませんでした。写真の赤枠部分を拡大してみると、左側がシャッタースピード50分の1で、右側が30秒です。30秒の方はフィルターが3枚分重なっているので、多少もやっとして色や明るさは一致していませんが、ブレに関してはほとんど違いがありません。この日は何枚か30秒で撮影しましたが、全て同じ結果でした。今回のケースだけで安定性を評価できるわけではありませんが、この環境でこの結果であれば個人的には十分満足できる性能だと感じました。最後に、これは実際に使ってみて問題を感じなかった内容なのですが、製品発表後に公開された海外の YouTube 動画でセンターポールをしっかりと固定しても雲台を上から押すと押し下がってしまうというレビューがありました。これに関しては実際に検証してみたところ、センターポールはしっかりとロックされていて簡単に押し下がるようなことはありませんでした。これはカーボン三脚のセンターポールがカーボンからアルミに変更されたことも関係していると思います。製品の発表当初、カーボン三脚はセンターポールにもカーボンが使われており、センターポールが押し下がる YouTube 動画でもカーボン製のセンターポールの三脚が使用されていました。
その後キックスターターの支援者に製品が発送される直前になってピークデザインからセンターポールをアルミに変更するという発表がありました。理由をまとめると、センターポールをカーボンからアルミに変更することでねじり剛性が 25% 改善して垂直方向への滑りが防止されるということで、デメリットは 16g 重くなるという内容でした。この垂直方向への滑りが防止されたことによってセンターポールのロックがより確実になったのではないかと思います。ピークデザインの三脚は完璧なデザインの三脚だと思います。スタイリッシュな外観で手に持った質感もとてもいいですし、所有するだけで満足できるような魅力的な三脚です。安定性に関しても購入前に心配していたよりはしっかりとしている印象で、旅行用の三脚としては十分かなというのが個人的な感想です。ただやっぱりこの一番細い足に関してはかなり華奢なので、この三脚だけでどんな撮影でもできるかというと難しいと思います。シャッタースピードを遅くしたり、風や振動でブレが心配な撮影シーンなどでは、こういった大きくて重い三脚を使うようにして、荷物をできるだけ小さく軽くしたい時などにピークデザインの三脚を持ち出すといった使い分けが必要になってくるのかなと思います。あとはこの雲台部分に関してですが、カメラを簡単に着脱できるクイックリリースクランプに関してはかなり使い勝手が良くてとても気に入っています。ただ雲台の操作性に関しては一般的な自由雲台に比べるとところどころ使いづらい部分があって、まだまだ改善の余地があると思います。今までピークデザインはユーザーの声を聞いてさまざまな製品を開発したりバージョンアップをしてきたので、これからもこの三脚をベースにしてさらに進化したバージョンを開発していってくれれば嬉しいです。あとはこの雲台部分は交換も可能なので、今後細かい調整ができる 3way 雲台やビデオ雲台などが発売されると、この三脚の魅力もさらに高くなっていくのではないかなと思っています。以上、ピークデザインのトラベルトライポッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。